つも中国から拝見してます。今中国に駐在している夫婦です。時々中国についてコメントされますが、ここの中国についてどう思いますか？もう全然発展し続けるんじゃないですか。民主主義は結構バグがあるので、例えばじゃあ日本って少子化良くないよね、なんとか子供増やした方がいいよねってふわっと思ってる人多いんですけど、でもそのためにじゃあ社会保険料を上げないようにしようとか、高齢者医療を見直しましょうっていうと、いやいやそんなんできねえよってなっちゃうんですよ。なので短期での物事で決めてしまうので、長期的にこれが必要だよねという判断というのができないんですよね。民主主義ってそういうもんなので、で資本主義自体もそうで、なのでめちゃめちゃ儲かる会社というのをみんなが出資して、でその結果としてその会社が売り上げて広告宣伝費とかでこの会社いいよねという形でどんどんこう商品売り上げというのが集まってしまうので、結果として大企業のグローバルなところがめちゃめちゃ売り上げを上げ続けるよねというのが、多分資本主義と民主主義でいくと超えられないんですよ。資本主義と民主主義ってのは僕は一緒だと思って、不可分だと思ってて、結局じゃあ政治家というのは当選するためにはお金が必要です。なので自民党だったら経団連から献金を受けます。大企業というお金を出すところを持っている組織の方が選挙に受かりやすいので、なので政党というのはすべからくお金をもらっているところが強いです。で共産党がなぜ強いのかっていうと、共産党を支持している人が共産党が出している新聞を買っているので、結果として新聞の購読費という形で共産党にお金が回っているので、共産党は政党助成金をもらわなくてもなんとかやってくれるっていうのがあるんですけど、立憲民主党にしても国民民主にしても結局その献金をどっかからもらわないと成立しないんですよ。で俺たちはもらわないで製品でやりますって言ってると、残念ながら献金をもらってる政党に勝てないんですよ。広報宣伝にはお金が必要なので、そうするとお金を使える候補者の方がチラシも配れるし、有名俳優とかが応援に来ましたとかっていうので来ちゃったりとかっていうのがあったりするので、なのでやっぱ勝てないんですよね。なので基本的にはその資本主義である限り、政治というのは民主主義一人一票で資本主義ですってなると、お金によって全てが決まるよねという構造というのは基本変わらないんですよね。っていうのがあるので、なので中国の場合は実はそれをしなくて済むという構造があるんですよ。めちゃめちゃ資本主義でありながら、中国って本当にお金だけではない価値観で物事を決めたりする。短期のお金だけではない価値観で物事を決めたりするんですよね。胡錦涛さんとかがもう中国はガチガチ儲かる国にしようぜっていうのでやって、今めちゃめちゃ儲かってるんですけど、でもこれが良くないよねっていうのを決めると、中国って国の方向を変えられるんですよ。個人の権利とかどうでもいいぜっていうので、今回は個人の権利侵害しますとかっていうのを普通にやるので、香港とか没収しますみたいなの普通にやるので、それがいい悪いは別にして、僕は中国に住みたいとは思わないんですけど、住みたいとは思わないけれども、社会システムとして中国の方が長期的に持続可能な社会システムなんじゃないかなというふうに思ってます。はい、持続可能であるというので、僕は殺されるかもしれないけど中国は残るみたいな話ね。なので僕多分中国に住んだら結構早い時間に殺されると思うんですけど、でも中国の仕組みという文化は多分僕の寿命、下手すると日本の寿命よりも長く残るんじゃないかなと思います。はい、20年前、なぜ日系三世とか言ってて、ブラジルは全盛期の日本と経済的にも友好関係だったのに、ブラジルではなくて発展したのは中国だったのだと思いますか？あの頃はブラジルとか言って発展するのかなと思ったんですが、ひろゆきさんの見解聞きたいです。ブラジル人努力しないから努力をしているブラジル人もいると思いますけど、やっぱり中国の人たちって言うても東南アジアで勤勉なんですよね。もちろん勤勉じゃない人もいるんですけど、10億人いると勤勉な人が数億人いるんですよ。なのでやっぱ中国が発展した理由っていうのは、中国人が器用で努力家だからっていうのがあるんですよ。結構そこは日本人は見過ごすんですけど、与えられたこうやって作るんだよって言われたのとか、この機械でやってねって言われたのをちゃんと愚直に守ってやり続けるっていう、そこの努力家なところっていうのはやっぱりもともと漢字文化だったりっていうのが日本に来たように、そういう意味で中国の底力っていうのは侮れないものがあって、でそれに比べるとブラジルの人は毎日幸せなので頑張って働かなくても毎日楽しいっていう、やっぱね、あったかい国の人たちはね、普通に生きてるだけで楽しいんですよ。生えてくる植物もそれなりに美味しいですしね、果物。いやだからね、やっぱ農産物が頑張らなくても生えてきて美味しい国っていうのはね、やっぱ頑張らなくなっちゃうんですよ。中国が台湾を攻め込み完全占領した後、日本が中国に対抗する方法ありますか？なければ日本は消滅するんでしょうか？別に消滅することはないですよ。
中国が言ってる台湾には八重山諸島も含まれているのと、あとそこら辺の自衛隊の基地があると中国としては安心できないので、ここも中国だよねって言い出して、尖閣諸島も含めてそこら辺は時間の問題で取ってくると思うんですよね。台湾も中国だと言って取るように、八重山諸島だったり尖閣諸島も中国だと言ってるので、なのでそこは取りに行きますと。で、そこの争いは起こると思うので、沖縄も昔は長考していたから中国だよねと言い始めて、取りに来る可能性は僕はゼロではないと思います。結局難癖をつけられるかどうかなんですよね。本来そこお前の土地じゃなかったろみたいなところでも難癖をつけて取るっていうのは世界中やってるので、なので中国は割とそこら辺も中国だよねっていう形で沖縄あたりまで取ると思うので、さすがに九州までは狙ってこないとは思うのですけども、じゃあそこら辺で海洋資源っていいものがありましたっていう時に、やっぱり佐渡島あたり取っとくと海洋資源取れるよね。日本海も全部俺たちが取れるようになるじゃんってなると、じゃあ佐渡島を取って、佐渡島から西側の部分は全部中国だよね。この日本海と呼ばれているのももともと中国が抑えてた海だから中国の内海として使えますよっていう方が利益率高いよねっていう形になると多分取るんじゃないかなっていう気がするので、なので本州本土まで取るのは難しいと思うんですけど、日本海だったり東シナ海だったりとか奄美だったりとかそういった島を取るっていうのは今後もやり続けるんじゃないかなと思うんですよね。ベトナム、あれフィリピンだっけ？ベトナムかフィリピンのどっちかで島作ったんですよね、中国。人工の島を作って、ここは人工の島を作ったから、ここは中国のものであると。で、中国が作ったんだから中国の島であると。なので、この島の沿岸は中国のものであるっていうのをやって、で、実際揉めてはいるんですけど、ただもうそれをフィリピンもベトナムも軍事的に壊すことはできないので、結果として取られたまま、フィリピンかなっていうのもやったりするので、割とその中国というのは日本人の考え方とは違って、これ取ったら得だよねっていうのを本当にやるんですよ。なので、平和憲法があるから大丈夫っていうほど大丈夫かなっていうとそうじゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、なので、ある程度のところでそういうことをやらかす国だよね。ロシアとか中国ってやっぱりやらかすよねっていうところを意識した上で外交政策はするべきなんじゃないかなというふうに思ってたりします。先週200万フリーターです。中国の台湾侵攻が始まった場合、やっぱり日本の本土まで侵攻していきたいということはあり得るのでしょうか。そうなった時、外国に逃げたことはないでしょうか。もしそうなったら東南アジアとかに逃げるのが安全ですか。本土かどうかは別にして台湾侵攻というのに八重山諸島が含まれてますよ。なので日本の国の島が取られるというのは台湾侵攻に含まれていますよって話なんですけど、ただ日本の本土まで取ろうとすると米軍基地があるのでなかなか難しいと思うんですよね。なので別になんか日本にいても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、いきなり核ミサイル撃ちますみたいなのも中国もそんなにはやらないと思うので、で逆に東南アジアとかにいきなり行ってなんか犯罪に巻き込まれるみたいなリスクもあったりするので、逃げてきた日本人はカモになるよね、もしくはビザがないから不法滞在になるので、滞在のためになんか違法な形でビザにお金を払って手に入れるみたいになってかもらえるみたいになったりするので、なのでもし気にするんだったら今のうちから海外に滞在するビザっていうのを取っといた方がいいんじゃないかなと思います。今羽田空港がすごい使われていて、成田空港国際便あんまり使われてないんですけど、じゃあなんで成田空港国際便使われなくなったかっていうと、滑走路少ないからなんですよ。で、なんで滑走路少ないかっていうと、一口地主っていう形で滑走路になるべき土地の地主の人たちっていうのを増やして、ここを強制的に差し押さえるというのをできなくした結果、滑走路が多く作れなかったので、成田って使いづらいよね、東京から遠いからめんどくさいよね、じゃあ成田空港使いづらいよね、羽田空港超使いやすいじゃんっていう状況になってて、今千葉県が羽田空港に文句言ってるんですよね。羽田に客取られるから羽田をなんとか規制してくれ、千葉上空を飛ばせねえみたいな嫌がらせをして羽田空港をなんとかこう制限しようとしてるんですけど、それは成田が使いづらいからそうなったんですよ。成田がなぜ使いづらいかっていうと、そこの地主の土地を差し押さえないという一人の財産の権利というのを失わせないというのをやった方が良いよねというのをやった結果、成田空港という形で使えない空港ができて、で日本全体の国益が下がるというのをやったんですよ。で中国の場合は国益を優先するというのをやるので、そういうことが起きない。でこれは別にどちらが正しいかではなくて、日本は個人の財産というのを尊重します。だから国益として空港の滑走路を増やしたいとしても、日本の個人の財産を尊重するというのを選ぶという日本人の
投票した結果なんですよ。でこれがじゃあ財産差し押さえ法案っていうのを作った方がいいよねっていうので、日本人がじゃあそれにどんどん投票して、政治家が国会で個人の財産でもよりも国益を優先しますっていう法案を作るのであれば、それは成田空港はもっと滑走路増えたと思うんですよ。でもそうじゃなくて、個人の財産の方が大事だよねっていうのを日本は優先したっていう話なので、国の国民が何を選んだかっていう話なんじゃないかなと思いますけど、ただまあ中国の国民は共産党を選んでないけど共産党の決定に従わなきゃいけないっていうのがあるので、そういう意味でいくと僕は中国の国民にはなりたくないとは思うんですけど、とはいえそういう社会システムがこういうのを選んで実現していくっていうのを見ると、やっぱ中国って面白いなと思うんですよね。で医療技術に関しては多分中国にはもう勝てなくなると思うんですよね。人体実験 OK な国とアメリカみたいなめちゃめちゃ投資が集まりますっていう国で、多分クローン技術に関して人体の臓器のクローンっていうのを多分一番最初に実用化させるのは中国だと思うんですよね。今でもBBC のニュースとかでありますけど、臓器移植してほしいよねっていう人がお金を払うと、なぜかウイグル近辺の病院に同じような血液型の臓器が出てきて、ここだったらお金を払うと臓器移植できますよっていうのが起こるんですよ。なんで起こるのか分かんないんですけど、なぜかウイグルの地域にはなぜか同じような血液型の人で、なぜか事故にあって腎臓が余ってる人がたまたまいらっしゃるみたいなのがたまたま起こりがちみたいなっていうのが、たまたま刑務所の収容者が多いからだと思うんですけど、でもそれがじゃあ刑務所の収容者じゃなくて、豚を改造する形で人間の内臓を作るみたいな研究とかあるんですけど、でそういう形で臓器を作るか、もしくはクローンを作ることによって臓器を作るかっていうのが日本だと無理なんですけど、多分それが法律的に可能になるのは中国あたりなんじゃないかな。要するに他の国とかヨーロッパとかだとやっぱクローン作るの良くないよねっていうのが EU の中でこう決められてしまうので、イタリアが頑張ろうとしてもできないっていうのがあるんですけど、である程度の先進国じゃないとそういう研究のお金が集まらないので、そうするとやっぱりお金もあって、そこら辺のモラルも結構後回しにして考えられるってなると、やっぱり医療実験ができるのは中国なので、臓器移植系の技術とか医療っていうのはやっぱ中国は今後も伸び続けるのでかなわないんじゃないかなというふうに僕は思ってますけど、とはいえ中国には住まないで、そういう中国の作った技術をお金を払って使うっていう形で、多分先進国の人たちは使うようになるとは思うので、臓器移植とかクローンとか良くないよねって先進国の人は言うんですけど、でもじゃあ自分の子供とか自分の親とかが中国の臓器移植をすれば生き残れますってなったら、多分普通にねお金払うんですよ。結局先進国の人たちって綺麗事は言うんですけど、本当に自分が困ったらそういうのは利用するっていう。ドイツがじゃあ昔なんで医療技術が高かったかっていうと、やっぱり人体実験しまくったんですよね。でもその結果が日本人っていうのは普通にそのドイツの医学を勉強して日本の医療技術として使ってるっていうのもあったりするので、そこら辺の研究の費用とかも中国から見たら外国であるアメリカとか日本っていうのがお金を払って中国の移植技術を使うっていう形になるので、結果としてそのお金はどんどんこう中国に吸収されて、中国の人たちがその医療技術をどんどん高めていって、でその値段はどんどん高くなるけど生きるためにはそれ払わなきゃいけないよねってなって、ずっと外国の医療技術にお金を払い続けるっていう。コロナの時もそうですよね。あれだって何千億円、3000億円ぐらいコロナのワクチン捨てましたよね、日本で。あれも返品できない契約で買わざるを得なかったんですよね。僕はコロナの時のワクチンを買うというのは、あの時はもう選択肢がなかったから仕方ないと思うんですけど、でもあれが日本で作れる技術があるのであれば日本で作って無駄にならなかったかもしれないですけど、あの当時その契約しかできなかったので、結果としてじゃあ外国にお金を垂れ流すっていうのをやらざるを得ないと。で多分今後の医療技術も外国にお金を払わざるを得ないっていうのはずっと続くんじゃないかなと思うので、なのでクローン技術は僕は日本でやって、日本で医療技術を高めていくという方が日本の長期的な国益にはかなうとは思うんですけど、多分日本でクローンを使った医療技術の開発をするというのは残念ながら日本は大衆が決めるので違法なままなんじゃないかなと思います。はい。なんかモラルが大事だよねみたいな形で外国にお金を払い続けるんじゃないかなと思います。やっぱね、たまたま死刑囚が出てくる国って便利っすよね。ある程度動物実験じゃなくて人体でもやっぱ実験しないと薬の安全性って確認できないじゃないですか。それがなんかたまたま死刑囚がいて、たまたまなんか法律上人体実験刑務所でできるっていう国があると、やっぱりちょっと突飛な薬の安全性も確認しやすいですよね。だからやっぱそういう国にはかなわないので、そういう方にした方がいいとは思うんですけどね。なかなかそういう風にはならないと思うんですけども。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。